私はエリカ、27歳の会社員。1年前、同じ大学の2年先輩だったタクマと結婚して夫婦になった。入籍からしばらく経ち、ようやく行けることになった新婚旅行。幸せいっぱいの楽しい旅行になるはずだったのだが、夫のせいでめちゃくちゃにされてしまったのだ。籍を入れて新婚生活をスタートさせたはいいものの、仕事が忙しくてまとまった休みを取ることができなかった私たち。そのため入籍から半年が経とうとしていた頃、なんとか都合を合わせてお互い1週間の休みを取得。ようやく新婚旅行に行けることになったのだ。行き先を韓国に決め、ウキウキしながら計画を練った。私は大学時代に韓国に留学していたこともあるが、夫は海外旅行自体初めてとのこと。お前韓国語もできるし頼もしいわ。俺飛行機の手配とかもわかんないから全部任せた。よろしく。うん、わかった。どこか行ってみたいところとか食べてみたいものとかある？いや、特にない。お前のおすすめのところでいいよ。久しぶりの韓国なのでいろいろプランを考えるのは楽しかったが、せっかくの新婚旅行なのに何から何まで私に任せっきりの夫。なんか乗り気じゃないみたいだけど、私が韓国好きだからって気を使ってるのかな。もっと2人で楽しみながら準備とかしたいのに。とはいえ、旅先で2人の時間を過ごせることが嬉しかった私は張り切って手配を進め、旅行の日を指折り数えていた。結婚してからお互い忙しく、家ではゆっくり2人で過ごす時間が取れていなかったのだ。特に夫は新規プロジェクトのリーダーを任されたとかで、休日出勤や残業も多く、帰宅が深夜近くになることもあった。それが一段落したタイミングで、運よく今回の長期休みが取れたのだ。そしてやってきた出発日、早起きした私たちは忘れ物がないか何度も確認してから空港に向かった。その道中、電車の中で何度も携帯を取り出してやたら気にする素振りを見せる夫。どうした？何か仕事の連絡でも待ってるの？まさかトラブルとかじゃないよね？違うけど、1週間仕事を休むなんて初めてのことだからそわそわしちゃって。そりゃそうだよね。でもせっかくの新婚旅行なんだから、仕事のことは一旦忘れて楽しもう。会社の皆さんにもお土産たくさん買って帰らなきゃだね。そうだな。そして出発時刻の2時間前に空港に到着。チェックインカウンターで手続きをするために列に並ぼうとした時、夫が声を上げた。あ、そうだ。さっき電車に乗ってる時に母さんから電話が来てたんだ。飛行機に乗る前にちょっと折り返ししてくる。私さっき空港に着きました。気をつけて行ってきますってメッセージ送っといたよ。お前母さんのこと苦手なのにわざわざ連絡してくれたの？ありがたいけど嫌なら無理にしなくてもいいんだぞ。いや、一応嫁としてね。でもお母さん電話になると長いからな。今日の空港意外に混んでるし、あまり時間の余裕はないよ。わかってる。うまく話して手短に終わらせるからさ。韓国での二人っきりの時間を邪魔させないために先手を打っとくんだ。そう？俺は後から追いかけるから先にチェックインとか手荷物検査を済ませておいてくれ。ここだと人が多いし、搭乗口で落ち合うのが良さそうだな。私待ってるよ。それにあなた初めての国際線でしょ？慣れてないんだったら一緒に行動した方がいいと思うけど。もし電話が長引いてこの人混みで落ち合えず搭乗に間に合わないなんてことがあったら大変だろ。手続きの流れはちゃんと予習してきたから大丈夫。しっかり頭に入ってるよ。わかった。じゃあ電話が長くなりそうだったら先に行ってるね。よろしく。そう言って雑踏から少し離れて義母に電話をかけに行った夫。その場で5分ほど待ってみたが、やはり電話が終わる様子はない。夫が困ったような表情でごめんというジェスチャーをしてこっちを見ている。仕方なく一人で手続きの列に並んだ。順番が来てチェックインが済み、振り返って夫がいたあたりに視線をやったが、人混みに紛れてしまい姿が見えなくなっていた。予想以上に空港はごった返しており心配になったが、夫の言葉を信じて一人荷物を預けて手荷物検査出国審査と進み、
搭乗口の前で椅子に腰掛けて待つことに。途中で夫にメッセージを送っていたが、一向に既読がつかない。まさかまだお母さんの長電話に付き合っているのかな。出発時刻まで間もなく1時間となった時、しびれを切らした私は電話をかけたが、夫は出ない。メッセージを送るとすぐに既読がつき、電話がかかってきた。ごめん、大変なことになった。まさかチェックイン間に合わなかったとか？違う、母さんが倒れたって。は？どういうこと？電話してたら案の定母さんのマシンガントークでなかなか切れずにいたんだけど、突然大きな物音とともに声が聞こえなくなって、近くにいた父さんによると急に母さんが倒れたらしいんだ。大丈夫なの？とりあえず病院に運ばれたみたいだから、俺も今向かってる。チェックインカウンターで搭乗キャンセルは伝えたんだけど、気が動転しててお前に連絡するのすっかり忘れてた。マジでごめん。私もキャンセルして今から向かうよ。こっちは俺一人で大丈夫。チケット代も宿泊代ももったいないし、お前久しぶりの韓国ですごく楽しみにしてただろ。せっかくの機会じゃないか。悪いけど一人で旅行してくれ。でも。じゃあ悪いけどもう切るから、後のことはまたメッセージで連絡する。気をつけて楽しんできて。そう言って一方的に電話を切られてしまった。あっけに取られて立ち尽くしていると、後ろから肩をトントンと叩かれた。振り返ると、そこには笑顔の義母が立っているではないか。なんでここにいるんですか？うふふ、驚いた？私も来ちゃった。いや、来ちゃったじゃなくて、体は大丈夫なんですか？いたって健康よ。むしろワクワクしてとっても元気。どういうこと？私も韓国に行ってみたいと思ってたから、2人の新婚旅行の日程に合わせて来ちゃったの。でも別行動するし邪魔はしないって約束するから安心して。お母さんが韓国好きなのは知ってますけど、いやそういうことじゃなくてですね。義母によると、私たちの旅行先が韓国だと聞いて、いても立ってもいられなくなり、義父にお願いして一人でやってきたらしい。出発時刻に航空会社まで聞かれたのはそういう理由でしたか。サプライズのつもりで来たけど、そこまでエリカちゃんが驚くとは。黙ってきた甲斐があったわね。いや、それよりタクマの姿は見えないけど、お手洗いでも行ってるの？それがですね、先ほどあった夫からの電話の内容を義母に伝えると、当然ながら驚いた様子でこう言った。タクマと電話もしていなければ私は倒れてもいないわ。本当に私が倒れたって言ったの？はい、間違いありません。なんでそんな嘘を言ったのかは私にもわかりません。すると義母は独り言のように、それじゃあさっき見たあの男の人は、とつぶやいた。どうかしました？実はね、空港に着いた時に背格好も髪型もタクマによく似た人を見かけたの。声をかけようと思ったんだけど、隣にいたのはエリカちゃんじゃなく、とても派手な格好の女の人。仲良さげに腕を組んで歩いてたから、他人の空似かなと思ったんだけど、もしかしてそれって浮気ですか？いや、私の見間違いかもしれないし、まだわからないわ。でも嘘をついてエリカちゃんを一人で韓国旅行させようとするなんて怪しいわね。そうですね。私に任せてくれない？任せる？そう言って義母はある人に電話をかけた。そうなの。お恥ずかしい話なんだけど、よろしくお願いします。その相手は興信所に勤めているという義母の知人。息子の浮気疑惑を調べてくれなんてみっともないわね。でも私はエリカちゃんの味方だから。ありがとうございます。夫は私と義母の関係があまりうまくいっていないと思っているが、実際はとても仲が良く、義母は私にいつもよくしてくれる。それは2人の間に共通の話題があるからだ。実は義母はとある K-POP 男性アイドルグループの大ファン。
数年前から隠れて応援していたらしい。ひょんなことからそのグループの話になり、同じく大学時代から彼らが好きでファンクラブ会員でもある私と一気に距離を縮めることになった。年がいもなく恥ずかしいのでギフと夫には黙っておいてくれと言われ、彼らがいる前では逆によそよそしく接してしまっていた。そのせいで夫は私が義母のことを苦手に感じていると思い込んでいたのだろう。そうこうしているうちに搭乗時刻となっていた。夫を探すアナウンスが流れないところを見ると、やはりキャンセルの手続きはきっちり済ませているようだ。これからどうするべきか迷っていたら、義母が明るくこう言った。万が一拓磨が本当に浮気して新婚旅行をドタキャンしたんだとしたら、そんな腹立たしいことないでしょ。だから私たちはこの際、思いっきり韓国旅行を楽しんでやりましょうよ。でも、もし潔白だとしても、嘘をついてエリカちゃんを置き去りにしたことは事実。償いとしてまた改めて新婚旅行に連れて行ってもらえばいいのよ。でもエリカちゃんの複雑な気持ちもわかるから、もし帰りたいのなら私も一緒に帰るわ。義母の優しさに胸がいっぱいになった。思いっきり旅行を楽しみましょうか。そう言って義母を見ると屈託のない笑顔でうなずいた。そして飛行機に乗り数時間で韓国に到着。ロビーで携帯を見ると夫からのメッセージが届いていた。母さん、とりあえず大丈夫だった。ただの過労だって。私はひとまずこのまま泳がせるために嘘に気づいていないふりをしてメッセージのやり取りをした。そう、安心した。私は今韓国に到着したところ。無事到着してよかった。慣れてるとは思うけど、くれぐれも一人旅気をつけて。ありがとう。それとお母さんにもお父さんにもお前からの連絡は不要だから。ただの過労で新婚旅行を台無しにしたって申し訳なさそうにしていたから、しばらく放っておいてやってくれ。うん、わかった。自分の年も考えず無理したんだろうな。もう年齢的にはおばあさんなんだからいい加減にしてほしいぜ。相変わらず嘘を突き通している夫。一人旅ではないし、倒れたことにされている義母本人は私の隣にいるのだけど、義母にそのやり取りを見せると、嘘ばっかり、それにおばあさんなんて失礼ねとプリプリ怒っていた。それから3日間、義母は当初の予定を変更して私と一緒に行動することに。2人で美味しい食事や買い物を目いっぱい楽しんだ。そして滞在4日目の朝、義母のもとに更新所の知人から調査結果の報告が入った。結論として夫は黒。浮気相手は会社の後輩で同じプロジェクトチームに配属されていた女子社員の美希子。彼女の SNS も突き止められていて、それによると現在夫と一緒に美希子の出身地である九州へ1週間の旅行に出かけているとのこと。義母が空港で見たのは間違いなく夫と美希子の姿。私と空港に向かい、義母が倒れたと嘘をつき帰るふりをして美希子と合流し、九州行きの飛行機に2人で乗ったということだ。 SNS に堂々と不倫旅行の投稿をするなんて信じられないが、一部の女子社員の間では夫との不倫関係は有名らしい。秘密を黙っておけないタイプなのか、ただのバカなのか。ある程度心構えはできていたが、夫への怒りとなぜという気持ちが次々湧いてくる。しかし私以上に怒りをあらわにしていたのが隣にいた義母だ。まったくエリカちゃんという妻がいながら浮気するなんて信じられない。うちのバカ息子が本当にごめんなさいね。そう言って頭を下げてくれた。私だけでなくお母さんにまでこんな思いをさせるなんて絶対に拓磨を許さない。そして美希子と旅行中の夫に電話をかけるとすぐに電話に出た。よう、そっちは楽しんでる？うん、それよりお母さんの体調は？昨日も実家に様子見に行ったけどすっかり元気になってた。へえ、お母さん実家でゆっくりされてるのね。そうだよ、ばあさんらしく家でのんびりしてるよ。お母さん今隣にいるよ。え？私と一緒に韓国旅行中。それってどういうこと？母さんが韓国にいるわけないだろ。
たくま、あんたって子は。はあ、母さん、なんでエリカと一緒にいるんだ。もう全部わかってるの。あなたは今浮気相手のミキコちゃんってこと九州を旅行中？なんで。細かい説明は省くわ。事実か事実でないのかだけ教えてくれる？いや、それは。はっきり答えなさい。事実です。義母に厳しい声で詰められた夫はあっさりと認めた。わかりました。それでは私と離婚してください。あなたとミキコちゃんに慰謝料請求するからそのつもりで。では引き続き不倫旅行を楽しんで。ちょっと待っ。これ以上話すことはないので私はすぐに電話を切った。そして予定を1日切り上げ2人分の帰りのチケットの手配を済ませてからその日最終日となった韓国旅行を義母と満喫。義母の念願だったアイドルグループの聖地巡礼もしてさらに仲を深める私たちであった。帰国した私は義母と別れ夫と暮らすマンションへ。自分の荷物をまとめ記入済みの離婚届だけをリビングに残して夫が旅行から帰る前に家を出た。翌日帰ってきたらしい夫から何度か着信が入っていたが全て無視。その代わりに義理の両親から電話できついお叱りを受けたそう。義母から帰国後に事情を聞いた義父も怒り心頭。そんな不貞を働く下劣な男に育てた覚えはない。その上母さんが倒れるなんて不謹慎な嘘をついてアリバイに利用するなんて言語道断。エリカちゃんがどれだけ傷ついたかあんた分かってるの？しっかり反省して償いなさい。義理の両親という強力な味方のおかげであっさりと離婚が成立。慰謝料の支払いにも夫、浮気相手ともに素直に応じた。婚姻期間が短かったために慰謝料の額は微々たるものだが私はそんなことをどうでもよかった。彼らには重い社会的制裁が待っていたのだ。社内不倫のことを元夫の会社に報告するとすぐに調査がなされた。すると人気のない会議室で不適切な行為をしていたことが判明。スリルを味わいたいのか知らないが監視カメラの死角を狙ってわざわざ社内でいたすなんてタチが悪い。しかし隠し事のできないミキコはうっとりとした表情で同僚にそのことを話していたのだという。なんて爪の甘いことだろう。それだけでなくデート代の一部を経費で落としていたことも発覚。取引先との社外打ち合わせと偽り勤務中に2人で食事や買い物をしていたらしい。社内風紀損害と職務怠慢そして経費の横領が決め手となり2人は仲良く懲戒解雇。当然ながら不正に利用したお金は返金することになる。お金も職も失ったミキコは泣く泣く地元に帰り就職活動するが連敗続き。一方の元夫は実家に身を寄せ両親の厳しい監視のもときつい日雇いの仕事に汗を流して必死にお金を稼いでいるらしい。いい大人のくせに毎日親から厳しい言葉をかけられ肩身の狭い思いをしているよ。自業自得だし感動されないだけありがたいと思うべきだ。離婚後も元義理の両親は私のことを気にかけてくれ元義理の母とはよく連絡を取り合っている。こんなに明るくて優しい母親からどうしてあんなしょうもない浮気男が生まれるのか不思議でならない。来月にはまた元義母と2人で韓国旅行に行く予定。あのままではただの嫌な思い出として韓国のことも嫌いになっていたかもしれない。寄り添い私の味方で居続けてくれた元義母には感謝の気持ちでいっぱいだ。これからも年の離れた推し友としてこの関係を大切にしていきたいと思っている。